がね、まあ多少標高高いから467か、まあ若干涼しいんだけどさ、まあそれでももう下はもう地獄だね。今日38度とか、昨日は太宰府で39度とか、なんかもう7月早々この灼熱はやべえなっていう感じなんだけどさ、なんだろうね、この天気はいや毎年ね、暑さはどうしたもんかどうやったらもう逃れられないからさ、かといって夏走らないっていうのもさ、それはないわけよね。でここ1年にね、いろいろ試行錯誤しながら結局ね、中華サイトで買ったセーム川かな、人工川みたいなやつの水冷気化熱の怪しいねベスト、水色の脱水やつなんだけどさ、あれがね結局一番涼しかったんだよね。物理的に気化熱で冷やすっていうのはやっぱね、あれがいいんだよ。んでもう今年はあれ水冷気化式、のベストと思ってデイトナさんのねクールベストを購入したんですよね。私はもうシーズン前に滑り込みで、しかもワイドサイズがあったんで3800円ぐらいで買えたかな。もう今はね、もうシーズン真っ只中だからどんな値段になってるか分かんないし、サイズもどのぐらい取り揃えがあるか分かんないけど、いやいい、今32度33度ここら辺を走ってるけど、まあ下道走ってる時は34度とか35度とかの表示の中も走ってきたけどね、いいよ。やっぱね気化熱方式はね、もう物理的にやっぱり理にかなってるから、これいいんだよね。もうね、のんびりとね走ってるとジャケットの中に空気が入ると涼しいからさ。で昨日も試してみたんだけど、シャツの上にこのクールベストか、シャツの上にクールベストを着てメッシュジャケット、これを着て試してみたんだけど、これはねいまいちだったんだよね。冷え方がねいまいち、なんかこんなもんかなっていう。いやまあ涼しいのは涼しいんだけどさ、どうなんだろうと思ってたんだけど、今日はね冷感、ワークマンで買った500何本600円ぐらいの冷感シャツの上にクールベストを着て、その上にメッシュベストを着て、さらにこのメッシュジャケットね。だから空気を取り入れる、空気が流れる層をメッシュベストで作っちゃったんだよね。これでクールベストのこう表面をね空気が流れるようにしたんだよ。これだね、これが最高プランだね。ちゃんと空気が流れてるのを感じるし、おかげでね気化式効果感じてるんだよね。涼しい、めっちゃ涼しいとかはいかないけど、いやなんとなく冷えてる感じはね体感できる。これだね今年は。で最大のメリットはね、中華の安いベストよりもね、もう黒だからあんま目立たないのがいいんだよね。中華のベストさ、なんで水色なのか分かんないんだけどさ、もうすんごいダサいからさ、いや乗ってこう濡らしてねかぶって走ってる時はまあそれなりに涼しいんだけどさ、降りる時がもう水色のベスト着てるからすんごいダサいのね。もうマジでね、なんだこれはと思うけどさ、あれが普通にね黒があればいいんだけどな。ただ値段安かった。私買った時がアリエクで800円ぐらいで買ったんだったっけな。まあ普通にね
もう洗車の時のこう拭き取るタオル生地と同じなんで、まあまあ使い道はいろいろあるんだけどさ、いやこれね、デイトナさんのこれだね、多分安いベストの、ね、上位互換はこれなんだ。その代わり空気を取り入れる層をいかにして作ってやるかっていうのは工夫しないとダメだけど、今んとこね、暑くてね、うへーってこうだれるって感じはしないんだよね。これならね、今年の夏はなんか乗り切れそうな気がする。まあベルチェ素子、ベルチェ端子を使ったやつもいろいろ出てるけどさ、結局重いしかさばるし、モバイルバッテリーを用意しなきゃいけないしでさ、気軽に出るのとはちょっとね。その点デイトナのこのクールベストはもう水濡らせばいいだけだし、で胸元に水を補給できるポケットもあるから、まあ、効果もね、もうコストは安いし持続力もあるし、これならね全然いいよ。もういっそのこともうキンキンに冷やした水でも突っ込んでやればさ、強制的に冷やせるしね。これならちょっと遠出もできるかなーって感じがしてきた。とりあえず本土4局の西をね、ちょっと夏の間に取りに行きたいなと思ってるんで、まあ、高速道路でぶっ飛ばして空気を強制的に取り入れればね、もうそれはもう冷えますよっていう話ですよ。いやこれはね、個人的にはなかなかのヒット作と言えるんじゃないかな。これはおすすめだね。あとはね、ちゃんとね使った後は1回水洗いして干しとかないと、生乾きすると水は腐るの早いからね、そこだけは注意だね。でもまあこの夏の気温ならもうすぐ乾きそうだしね、そこだけかな、注意しとかなきゃいけないな。これはねいいと思う。合わせてセットでね買うとね、もうメッシュベスト、メッシュ、もうこれがやっぱミソだな。